格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。はい、ということで、今週も、先週に引き続きまして、このメンバーでお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。お客様は前回に引き続きこの4人。格闘ゲームの世界大会エボ2017のチャンピオン時戸選手。格ゲー喫茶ハメジュン記念すべき第1回のお客様です。同じく第1回のゲストにしてエボ2019のチャンピオンボンちゃん選手。格ゲーの魅力を発信する活動も精力的に行っています。孫選手、昨シーズンは数々の大会で活躍。今月新ゲーミングチーム魚群に参加することが発表され話題に。投げキャラをこよなく愛す板橋ザンギエフ選手。読みの鋭さを武器に数々の大会で活躍を続ける実力者です。今週もストリートファイター5チャンピオンエディションをプレイします。第1回ハメジュンカップ。前回よりこの4人と歌広場いつかの計6人が競い合う大会第1回ハメジュンカップを開催。石合選手のトーナメントを勝ち抜き初の栄冠を手にするのは。そして優勝者に贈られる商品も気になるところと、その前に日本を代表する4人の選手に今年の目標を伺いました。プロ始めて10年になるんですよ。10年目にして開花してるなって。新しい領域を踏み込んだらゲーマーとしてそうプレーがね、プレー内容が自分的にはその自信というかなんというか自信ありますね。プロ10年目、そしてゲーマー歴27年ですわ。27年の集大成今年こそやっぱり最強になれるんじゃないかなっていうのは今手応えすごいビンビンに感じてるんで、すごい真面目に取り組んでるんだなっていうのをみんなにお見せしたいですし、やっぱ最強っていうのを目指してプレーすることになるんだろうなと思います。なるほど。いやもうこのテンションで他の皆さん話聞いていきたいですね。意外に真面目な。もうそれじゃないの。順番考えてください。いやあなたが言っちゃダメですよ。ザンギさんが一番きついんだから。確かに。僕はですね、自分のプレーを磨き上げるっていうよりは、入り口を広げる活動ですよね。そっちに力を入れたいなとは思ってて、初心者講座であったりとか初級者講座っていうのは今世の中にも結構出てはいるとは思うんですけど、僕の目線からするそういう初心者講座っていうのをやれるとより説得力がやっぱ生まれるだろうなと。要は自分の言葉に責任は持つので、自分の言葉で伝えたいなっていうのがあるんですね。っていう新しい活動に今年は力入れたいなと思ってますね。孫さんはいかがですか？2020年。今年は結構なんか面白いことがいろいろできたらなっていうふうには思ってて、e スポーツの流れがすごくて、やっぱそのアスリートみたいな感じで見られることもあるかもしれないけど、地位が向上しましたよね。なんですけどやっぱりゲームは趣味だし遊びだし、もちろん楽しいものっていうものは忘れずにいたいなっていうふうに思うのと、それを皆さんに忘れないでいてほしいなっていう活動をしていきたいなと思ってます。楽しくなければやっぱりそもそも必要じゃなくなるものなんで、楽しくあるべきだなって思ってます。真面目に話した時とそうじゃない時のテンションがすごすぎて。大丈夫？これ先週からのつなぎだよこれ。なんか別の孫さんになったんで。やっぱね、人間は二面性というかギャップが大事。わかります。どっちが本当の彼？ギャップが。いつもふざけてますけどね、本当にね。両方孫さんらしい。確かにそうだよね。でもそれを受けてじゃあ板澤さんにもお話聞いていきたいですね。そうですね。いやでもね、そのボンちゃんみたいにやっぱいろんな活動をするっていうのは結構そういう視点は大事だなっていうふうに思ってて、大会出るのが本戦なんだけど、やっぱいろんな手札を持ってるんだろうなっていう、やりようはいくらでもあるんだろうなと思ってる。言い回しがちょっとね独特で面白い。いやすごいわかる。いやすみません。ごめん。お前イチャモンつけるんだそれやれよマジで。俺ちょっとお店でちょっとやめてくださいそれは。いつかちゃん俺合ってるよね。合ってます。もう大正解。ああよかった。
断言不使いだからって囲い込みやめてください。なめこじゃなくてこっちに行くの。本当だよね。絶対今支持してもらえると思って。いやなんでやっぱちょっと活動の幅を広げたいなっていう思いはあります。ただちょっとまだ具体的には練れてはないんですけど、業界に貢献できるような動きっていうのを自分の中で見せて一皮向けたいなって思いはありますね。いや最初はやれなかったことがどんどんできるようになってきた可能性改めて感じますよね。まあこの番組がまさにそれなのかなと個人的には思っています。いやまあこう本当にいい話聞けたんで、本当これからの皆さんの活躍期待してます。はい、頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございます。1試合選手のトーナメント形式で行われている第1回ハメジュンカップ。前回の放送では歌広場潤、時戸、ボンちゃんの3人が勝利し次の戦いへ。果たして記念すべき第1回のハメジュンカップを制するのは誰なのか。第1回のハメジュンカップトーナメント後半戦を行っていきたいと思います。お願いします。後半戦はこちらの一戦からいきましょう。歌広場潤 VS 時戸選手。潤くんどうですか、空いた時戸。隣に座ってみると本当胸板がめちゃくちゃ熱いんですよ、鍛えてるから。だからその熱い胸を借りるつもりでドーンとぶつかっていこうと思います。はい、いいですね。じゃあその対戦相手時戸選手いかがですか。そうですね。歌広場さんの成長具合をどっしり確かめながらね、ちょっとこの試合に臨みたいと思います。はい、なるほど。準備のをお願いいたします。そしてこの今回のハメジュンカップ、優勝商品はトーナメント終了後に発表いたします。まだわかんない。まだわかんない。なるほど。優勝商品は未だわからないまま試合スタート。勝った方がボンちゃん選手の待つ決勝へ。さあ始まりました。まずはかなりどっしりとした動きでお互いに中間距離での戦いを繰り広げています。時々いつもとコスチューム違うね。あ、そうですね。これは何オリンピック見てます。オリンピック見ている。マジか。これオリンピック見てるんですよ。さあもう画面足で歌広場かなり苦しい状態。この竜巻に対しての反撃、位置を入れ替えながらスタンに持ち込もうという動きを時出していますが、うまく走って投げた。しかしここは抜けている。もう画面足時戸のプレッシャーがすごいものがあります。ただここでタッチ強パンチのクラッシュカウンターからコンボに持ち込みに関しては投げている時戸。もったいないがここで歌広場の V トリガーがあるのでうまく使えば逆転あるか。大きな体力が非常に少ないキャラクターですからね。一応全然ありますよ、これは。足に込んだところにしっかりと立ち弱パンチで息苦しさがすごい。息苦しさがすごい。息苦しいね。まずは時戸。甘えさせません。かなり丁寧なプレーをしています。上からの攻めが入れ替わっているこのミスに対してどうだ。いやいろいろあるぞ。ドロドロしてきたな。ドロドロになってった方がいいです。そうなってた方がいいです。歌広さん的にも。そう。チャンスかも。上からそうそう。今投げてる時戸。それが結構カッコつけモード入ってるから今チャンス。ちなみに入ってる。変なことしてこない。おっとミスになってるぞ。しっかり反撃竜巻。結構ミスが目立つんで昇竜烈波。かなり恥ずかしいはず今。動揺しちゃうやつ。そうそう。これはさあこの動揺をつけるでしょうか。後手に回ってきた。時戸が接近戦に持ち込む。しかし波動拳で返していくのは歌広場。おっとここは波動拳。これはちょっダウン奪いました。とゲージがたまに。竜巻画面端歌広場の攻め波動発動 V 歌広場上からの大パンチが通り、その後一気に畳みかけて時戸から1ラウンドを勝ち取りました。いいタクでしたね。垂直からの最大コンボを狙っていく作戦、素晴らしかったですね。歌広さんあるぞこれ。入れ替わっているところは着地で着地を決めました。苦しい大きな反撃。今の嬉しいだろうな。昇竜烈波。嬉しい。さあこの画面足どうするか。ナイス。なんとかジャンプで入れ替えてスタンの危機もいいよ。歌広はなんとか耐えましたが大足画面足を生かせるが中パンチからこれは昇竜かなりダメージ入れ替わっているのも昇竜あと1どうなる。ジャンプで逃げている。苦しい。まだ大丈夫、まだ大丈夫。まだ。いい勝負、いい勝負。割らせられるぞ。歌広が優勢か。時々にも V トリガーがある。いや優勢、全然優勢。ある全然ある。
巻き置き攻めあるよこれは。接戦を繰り広げた両者でしたが、最後は時戸選手が対空をしっかり決めてフィニッシュ。例えるなら、水を張った洗面器にこう顔つけて僕がちょっと先に出ちゃったっていうね。出た顔上げたなってやつ。顔上げちゃったっていう我慢比べだったね。我慢比べでしたね。最後は我慢できなかったんで、今年は僕は我慢を目標に頑張ろうと思います。はということで第1回ハメジュンカップはボンちゃん選手と時戸選手の頂上決戦に。決勝戦の前に3位決定戦の方をお送りしていきたいと思います。はい。 3位決定戦は歌広場 VS 孫選手。連戦となる歌広場、どんな戦いを見せるのか。時々次孫俺前世でなんか悪いことしました？いやいやなんで？ボンに負けて終わったと思ってたんですけど、2回ゲームできるのがまずちょっと嬉しいなっていうふうに単純に思ってて、でもボンの時にとんでもない交通事故食らったんで、やっぱ今回はちゃんと右見て左見て視覚も見てちゃんと行こうかなと思ってます。はい、頑張ってください。なるほど。いい感じに飛びとかが入れば。先行一気に画面出しいいっすよ。カリンも耐久力という点ではちょっと不安の残るキャラクターになっています。ただここはうまくスタンの危機を下段を通した歌広場。いや、ここで孫の後ろ投げ上から対空しっかり。うわー、我はもうバレていたか。そしてカウンター限定の連続カードを決めて一気に孫はチャンスだが青いが通っている。でかい。はい、ちょっときた。いろんなことがある。さあどうなる。引き攻め。美味しすぎるなこれ。まずは孫。孫の技は当たっておりましたが、中キックからの確認転向、そしてオロチ、そして投げ抜きを誘ういわゆるうろうろの動きに対してしゃがみチェック下段を通していきました。確認がちゃんとできてますよね。当たってる時だけちゃんとキャンセルで技出すっていうのは結構高等テクニック。しかしのドラムしたぞ。はい。本陣から中達そして絞りレッパー。あと一発というところまで来た。ここ一旦距離を取るのは歌広場。この距離取るのはすごいですよね。スタンゲージを回復しながら孫もこの位置を入れ替えていきます。孫には芸術勝利がありますから、何か当たればロイバも視野に入れたいね。中段からこれガードしてプレッシャーをかけるのは歌広場。対空しっかり。お互いゲージが満タンになっていますから、クリティカルアーツのフィニッシュもあるでしょう。いろんなものがある。いろいろあるんです。いろいろあるんですこのゲーム。カードを突き放したの肩でフィニッシュまで持ち込みました。勝者孫。顔上げたね。変われた。顔上げちゃったね。顔上げちゃった。顔を上げずに腕を上げるべきでしたね。初心者いつかが格ゲーにチャレンジ。格ゲーレッスン特別編。今回も特別編ということで4人の先生の中からいつかに1人を指名してもらいます。皆さん番組に来てもらってアピールの度合いがちょっと表情に出てる人がいる。なんかそれだけなんかもうよくわかんない方向見てるやつがいる。そうなんです。ザンギエフといえば板橋ザンギエフさんということで、今週の先生はいつかの主要キャラクターザンギエフ使いの板橋ザンギエフ先生。やっぱ自分の使ってるキャラクターのエキスパートに教えてもらえるっていう、なかなかない機会ですからね。まずは実践でいつかの課題を見つけていくことに。赤いパンツのザンギエフがいつか。やっぱ武器が同じなんで自分にね活かせる部分多いですから。なるほど。ちょっと待って、逃げなきゃだ。逃げなきゃ。どうしたら逃げられるか。こんな投げれるの？ぐるぐる野郎だ。いつか一方的に攻められる結果に。いろんな格闘ゲーム要素あるんだけど、やっぱり俺は読み合いをやっぱりね、
意識してほしいなと思って。はい。先生がアドバイスしてくれたのは読み合いを意識すること、相手の行動を予測することが重要だそうです。駒投げってこうやって空振りするとすごい隙ができるわけじゃないですか。そしたらジャンプで逃げるのが一番簡単。打撃が来ると思ったらガードする。で逆に相手が飛ぶと思ったら、いつ Z は打撃を選択すればいい。わかる。ずっといきなりもう名前だ。先生のアドバイスを踏まえていつ Z の反撃なるか、再チャレンジ。飛んだらジャンプで、いや痛いんだけど、そう。やった。それがね。読み合いで飛んでかわすまでは良かったものの、その後の攻撃がうまくできなかったいつ Z。 飛んだら大キックとかですか？そう、大攻撃一番大きい技で、読みがちだから、いつ Z が読み勝ったところで、やっぱ一番大きいお仕置きをね、わかりました。笑うさりげなく刷り込み始まってますね。囲い込み始まってますね。いつ Z が最初に言ったの俺なんだよな。失敗したかもしれない。第1回ハメジュンカップ決勝戦です。来ましたね。決勝まで勝ち進んだのは時戸選手とボンちゃん選手。2人の意気込みを聞いてみると、そうですね、ボンちゃん、今年ねあんまりこういう舞台で当たることないかなと思ってた相手なんで、全力でこの舞台で叩きのめしたいと思います。はい、ありがとうございます。大会とかで勝ち上がっていくとやっぱり当たる確率が高いんですよ、時々って。で時々と当たった時にはこのキャラを使おうと思って今年は練習してたキャラクターがいるんで、なるほど。それをこの場で出して優勝したいと思います。そうですか、そのキャラですか。このキャラというのは、時々がなんかもうまさにノープランですっていうコメントしましたね。このキャラが見えることによってちょっとね動揺してた。動揺してるんですよ。久しぶりに見ますよ。いや本当ですよね。時戸選手の号機に対しボンちゃん選手が選んだキャラクターは、時戸号機対するはボンちゃんナッシュ見ていきましょう。お願いします。ボンちゃんはナッシュをこの時戸に対してぶつけていくと、これどうですか、ナッシュの選択っていうのは。いやー、まあなんかその単純に組み合わせで見たら多分ちょっときつい組み合わせなんですよ、ナッシュ側が。多分合気有利っていう組み合わせなんですけど、ただその慣れとか特殊なキャラクターなんで、普段対戦することがなく、ちょっとそこに対応できるかどうかっていうのが結構鍵かな。このレアキャラクターであるという強みをボンちゃん生かせるかどうか、そしてそこに時々対応できるかどうか。マニュアルみたいなもん、これ。マニュアルみたいなもん。そう板橋のところのマニュアルみたいな。はい、わかりました。マニュアルみたいなもの教です。習所用語。マニュアルなのナッシュって。まずは一旦このナッシュの V トリガーソニックムーブを使うことで画面下から脱出して逆にこのペースを握ったのはボンちゃんです。ただここでそう時々の V トリガーがたまった。こうなると非常に強力なこの強化残空波動拳からの攻めを展開できます。上から入れ替わっている、しかししっかりとガード間に合う。ボンちゃん硬いぞ。攻める時に対してしっかりとガードに守って、お互いにゲージが3本溜まった。なんでそんな我慢できるの？クリティカルアーツでのフィニッシュというのがあるでしょうか。投げていくなボンちゃん。ここで対立が入れ替わった。なんでそんな我慢できるの？波動拳を上から打つ。あっ、2回目のソニックウェーブ。まずはボンちゃん。いや、最後の波動拳がかなり悪い手でしたね。波動拳を打つことでボンちゃんの V ゲージがかなり悪い悪手でした。その自分がゲージを使い切りたいっていう気持ちと、その相手に試させたくないっていう気持ちがいろいろあったんですけど、使いたいって気持ちも勝ってしまった。なるほど。でもそれによってやっぱボンちゃんは楽になった。その V トリガーを使って逆転していきました。2ラウンド目、ここは膝で合わせる。サイズに対してしっかりと打ち勝っていきます。ゲージも2本使ってのこのダメージ、一気に画面足。ボンちゃんには V トリガー、そしてゲージがありますが、時々のこのプレッシャー、上からの攻め入れ替わっている。しかも後ろ投げてさらに位置を入れ替えての投げでスタンまで持ち込みました。これですよね。合気って、まあてかそのナッシュって基本的にその立ち合いは近づかさせずに戦うことができるんですけど、寄られた時結構弱かったりとかして、で、まあ対する合気の方は近距離がめちゃめちゃ強いんで、この一瞬で体力をゼロまで、持っていくことができるのかなと思います。それが炸裂しましたね。さあこのファイナルラウンドどちらが勝つことになるのか。お互いにゲージを1本ずつ使ってペースを握ろうとしています。ダッシュからの投げを通したのはボンちゃん。離れた前から飛び込んでいくのは時々。
上からこれは確定したか。ジャンプから一気にまた画面足の攻めに、先ほど2ラウンド目では効果デッキに終わらせる展開がありました。中足確認している。どうする。スタンが危ない。うわー投げている。これは超ピンチ。リバーサルでスタンゲージを回復しましたが、入れ替えるが竜巻に対してしっかりと反撃。戦略列のフィニッシュ。優勝は時野。いかがですか。いやーちょっと嬉しいですね。2年前3年前にやってた組み合わせなんで、それをちょっとずつ思い出しながらプレーできたのがちょっと勝率が少しでも上げられた要因なのかな。2ラウンド目から対応が早くてちょっと苦しいなって思いながら3ラウンド目に行ってたんですけど、やっぱ向こうの攻めをうまくしのげない、終始きつくなっちゃったなと思いました。はい、おめでとうございます。はい、ということで各撃サメ順そろそろ閉店のお時間となりました。まず時戸さんから。いやもう楽しかったですわ。久しぶりにやっぱオフの期間でこうやって和やかに話せて貴重な経験をありがとうございました。ありがとうございました。初回のねゲスト以来の来店ではあったんですけど、2号店ねやっぱ雰囲気も良くてすごい楽しくゲームもできました。やっぱでもゲームってやっぱ不思議なもんだなと思って、楽しんでやってるかどうかだけはもう一発で見てわかるっていうのが、だからいつかちゃんとか歌ひろさんとか、本当になんか楽しんでやってるのが見て取れたんで、次回のすごい楽しみですね。いつ Z の成長、これやっぱね嬉しかったですね、自分としては。本当にまたいつ Z をねもっと成長させてね練り込んでやろうかなと思いますね。練り込む。なんか用語が入ってる。用語が想像に任せる。はい、ありがとうございました。でもちょっと忘れてるものはありますよね。ハメ順カップの優勝商品について何も聞いてないですよ。マスターあれ何だったんですか。ただね、その前に一つお知らせがあるんですよ。怖い。各撃サメ順4月以降も継続することが決定しました。ちょっと閉店のテンションだったじゃん最初。逆かと思ってかなりビビってたけどね。そうなんですね。ということで優勝商品なんですけども、なんだ。各撃サメ順で自分の好きな企画を1回やれる権がおい、予算に贈呈されます。マジですか。ただし格闘ゲームに関する企画にしてください。時戸さんが番組を一回ジャックするんだよね。そうです。時戸店長みたいな感じの。一日店長って感じですね。一日店長。じゃあそれかけていい。やりたかった。ということで今後の番組内で時戸選手がやりたい企画をお届けします。お楽しみに。3位取ったんだけど一応決定戦から。あ、じゃあ従業員で。これだって従業員で絶対連れてきます。それも時戸さんが選べるからね。そう。どんな企画になるのかもう楽しみですね。ということで、はい、今宵の各撃サメ順お客様は時戸さん、ボンちゃんさん、孫さん、板橋残業さんの4名でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございます。さすがに嬉しいじゃんね。さすがに。次回は鉄拳7、ゆうゆう選手とみーみ選手をゲストにお迎えしてお送りします。